可愛くなりすぎなくて夏にも合う感じ。この辺はビューラーでバチッと上げるのが特徴です。キラキラって感じでお人形さんの目にするのが一番のポイントです。Hello, my name is Harutamu. I'm a member of Black Diamond. 今日は、普段毎日やってるギャルメイクについてやっていきたいと思います。2016年バージョンで去年より若干薄くなってる気もするけど、お姉さんギャル的な感じでいきたいと思います。スタート。まず最初にこの MAC の保湿の乳液を塗って、肌のやっぱテカリとかも混合肌なんですけど、鼻のテカリは水分なさすぎるテカるからちゃんと水分補給して、ほっぺたの乾燥する部分もカサカサで粉吹かないように保湿する成分が入ってるんでおすすめです。ファンデは MAC の一番黒いものをリキッドファンデーションで使ってます。それに CC クリームっていう BB クリームの美容液が入った進化版みたいなやつをちょっと混ぜて、だいたい比率で言うと2対1ぐらいで混ぜて、ちょっと色味を調節して使ってます。この CC クリームを入れることによってちょっと透明感が出て伸びが良くなって、しかもなんか肌への負担が軽くなる気もするかなって感じなんでおすすめです。コンシーラーはこの MAC のリキッドのタイプを使ってます。でやっぱクマはここの上の毛の生えてる青い部分とクマの部分が気になると思うんですけど、これはリキッドなので結構伸びが良くて少量でいっぱい伸びる感じでおすすめです。結構固形のタイプのものだとムラになっちゃいがちなんで、リキッドの方がはるか的にはおすすめです。パウダーは MAC のこのライトフルチャージっていうやつの42番、やや黒めの色を使ってます。ギャルといえばマット肌なんでツヤ感はなしにしたいんですけど、あんまりマットすぎると粉吹いちゃったりとかするんで、適度にマットのものでカバー力のあるもの、それで毛穴が消えて、これは皮脂吸収の役目もあるんで、夏場とかにテカったりする時にも吸収してくれてあまりテカらなくなるんでおすすめです。これはアイシャドウの下地でドーリーウィンクのゴールドを使ってます。この下地を使うことによってアイシャドウの発色がより良くなるんで絶対使った方がいいです。色もゴールドなんでブラウンのシャドウとよく馴染んで、目元がちょっとキラキラっとする感じで絶対マストアイテムです。これは MAC のシャドウで5色入ってるんですけど、すごい万能で、この白い色はハイライトにも使えるし、上から2色の色はアイシャドウにこうやって使っていて、下の2色も下のラインをぼかしたりとかローズシャドウに使ったりとか、もう超万能なアイパレットです。アイシャドウを塗るときはこの真ん中のゴールドの色をこのアイホール全体、この二重の幅を超えるぐらいこの辺全体的に塗るのがポイントで、それにかぶせるようにこの下から2番目のややちょっと引き締まった色を外側からグラデーションになって二重の幅にちょっとかぶるように、ダブルラインまではいかないけどちょっとぼかす程度にグラデーションにすると二重のラインがより濃くなってパキッとしてなんかおすすめです。アイラインはこの K パレットのものを使ってます。これは筆の先が細くてコシがあるので結構細いとこもしっかりかけて、でもちゃんとぬるま湯でオフできるんで落とすときはしっかり落ちてくれるっていう万能な感じで使ってます。これはすごいおすすめです。アイラインを引く時のポイントは、とりあえず黒目の上を太く絶対引くことがポイントで、だいたい二重の幅の半分ちょい上ぐらいが目安で引いて、で目尻の方はやっぱギャルは垂れ目が可愛いんで流す感じでつなげて引くのがポイントです。で目頭もあんまり引きすぎちゃうときつい目になっちゃうから、でも引かなさすぎるとちょっと離れて見えるから、適度に伸ばして目頭ラインを引くのがおすすめです。ペンシルはこのラブライナーのペンシルを使ってます。やっぱり粘膜とかに描くものだと落ちにくいものが絶対で、上のまつげの上の粘膜って結構引き忘れちゃう人とか多いと思うんですけど、化粧が濃いからこそそこを引かないと結構白く目立っちゃったりするんで、ここ埋めるのすっごい大事です。で下のラインもちゃんと濃くはっきり映るけどにじまないもので、ちゃんとお湯でオフできるものなのでこれがおすすめです。ハルタムの化粧で一番大事なのがこの上のつけまです。とにかく束感があってバサバサのものじゃないとダメなんで、今はアイマジックの1番にダイヤモンドラッシュのフェアリーを重ねてます。
だいたい2束目ぐらいから重ねて、ちょっと目尻を長くするようにして、垂れ気味にグググって押して、垂れ気味につけて、この辺はビューラーでバチッと上げるのが特徴です。もうふわんふわんっていう感じのまつげだと、ふわっとした顔になっちゃうから、パキッとしたお人形さんの目にやりたかったら、もう、こう上に上に上げるのがポイントです。最初にリキッド引いてからつけまつけるんですけど、やっぱリキッドだけで引いた状態とつけまつけてからだと、目を開けた時に全然、もうちょっと足そうみたいな感じで、ちょっとずつそこで足して、調節するのがいいんで、最初から引きすぎるよりは、もうベースで引いちゃって、つけまつけてから、ちょっと足すぐらいの方が、目の形としてうまくいくと思います。次は眉毛で、眉毛のこの先っぽ、この辺をこの上から2番目の色でちょっとぼかすようにシュッシュって色を入れてます。やっぱパウダーでぼかすことによって自然な眉毛になりやすいと思うので、ペンシルだけより最初にパウダーで場所を決める感じでシュッシュってやるのがいいです。次は眉毛で、これはリボのペンシルなんですけど、一番明るい色で、10年ぐらい同じものを使ってるんですけど、一番描きやすくて、安くて、色も明るくて、すっごいおすすめです。眉毛を描くポイントとしては、左右対称に描くのが一番難しいんでポイントなんですけど、目頭とここのラインを合わせるのと、ここの目尻は、この口とここのラインで合わせるのがおすすめなんで、それを目指して一応描いてます。はるかもの場合、元々の眉毛の形だと結構こうなっちゃいがちなんで、これだとちょっとあんま可愛くないんで、目と眉の間を狭くするために、なるべくこうしてシュッって感じのかっこいい感じの眉毛を目指してます。これ眉マスカラはもう絶対ヘビロテで、これも一番明るい色で、結構発色が良くて、すぐつきやすくて、で、地肌にもつきにくいみたいな。もうちょっと軽くなじませる程度にシュルシュルってやると結構色が消えていいです。結構眉マスカラとか忘れる人多いんですけど、本来の眉毛の色とかってみんな黒いと思うんで、どんだけ眉毛描いてても眉マスカラしてないと結構ダサいっていうか、なんか垢抜け感が出ないと思うんで、眉マスカラ絶対した方がいいです。チークはこのマットのものを使ってます。今までずっとすっごいもう真っピンクの青みピンクとか、ずーっとつけてたんですけど、もう10年ぐらい。なんですけど、今年に入って、ちょっとオレンジピンクにして、なんか真っピンクより、ちょっとヘルシーな感じってか、健康的な感じで、可愛くなりすぎなくて、夏にも合う感じ。で、さらに、ちょっとオレンジ味がかかってるから、いつもつけてた真っピンクは、ちょっと膨張しちゃう感じがするけど、こっちだと若干引き締まって見えるような感じがします。チークを置く位置のポイントは、ハーフはどっちかっていうと丸顔なんで、この、こうやって笑った時にここニコってすると出る部分から、こう上にさっさって3回ぐらい流す感じでやるのがおすすめです。これはハイライトで、このおでこの部分と、鼻の部分と、目の下と、顎の部分にしてます。クリーム系の色なんで肌なじみもいいし、全然なんか、さってやるだけで目の下とかちょっとくすんでたりするのが飛んだりして立体感が出るんで、薄付きだけど重要なポイントです。シェーディングはこのマックのものを使ってます。マックで一番黒い色なんですけど、シェーディングはもうすっごい大事で、丸顔さんとかには特に大事なんですけど、おでこの生え際、こことここの顎を3、なんかイメージで言うと横から見ると3でなるように両方一応引いてます。で、結構こことここの首の色の差とか出ちゃうとやばい人になっちゃうから、もうそこはちょっと首のこの下のらへんもう若干気持ちこうかぶせて引く感じで、あんま差の出ない感じで自然な感じでなじませるといいと思います。涙袋はこのエチュードハーフのやつで引いてます。ラメ感が自然な感じで、シルバーすぎずゴールドとかでもなく、ちょっとクリスタルっぽい感じで結構細かいんで馴染みやすくて、でしかも結構すぐ乾くし、なんか変にもならないからいろんなものに使えて安くておすすめです。下のラインをラブライナーのペンシルで引きます。これはまず引くときに黒目の下をまず粘膜から埋めて、はるかはどっちかっていうとつる目気味なんで、目に対してこう横に、真横やや垂れ目気味になるように描いて、オーバーラインすぎない程度にちょっとオーバーラインにして、上のラインとつなげます。で、つなげてからは下のラインをいい感じに調整して描いて仕上げます。ペンシルで描き終わった後は、やっぱペンシルだけだとくっきりしちゃうんで、この一番下の引き締まった色、焦げ茶みたいな色で、こうちょっとぼかしてあげると自然な感じで馴染みます。
下付け間はこのダイヤモンドラッシュのヌーディアイを使ってます。いろんなもの試したんですけど、やっぱりこの横幅が広くて、この束感があって長いものじゃないと絶対ダメで、下付け間もすごい大事だから、こう目をパチッとした感じで、お人形さんみたいな目を目指してるので、そういう方になりたい人は、下もなんかその短い付け間とかより、絶対長い付け間で縦幅を出してあげるといい感じに仕上がると思います。下付け物をつけるポイントは、だいたいこのカラコンの黒目からぐらいの位置からつけ始めて、目尻はこの上の付け間とくっつける感じで、上も極力こうギュギュッと押して、下もこことここを一応つなげるイメージでやってます。付け間つけた後にこの目尻のライン引くんですけど、目尻のラインは角度がすごい難しくて、まず左右対称であるのが引くのがすごい難しくて、垂れ目だけど横から見ても前から見ても自然な流れになるように、垂れ目になるように、そして長すぎない、こことここをまず付けまでつなげるんで、その間、だいたい間ぐらいからシュッて引く感じで、あんま下げすぎても上げすぎてもダメみたいな感じで、目頭のラインと調節してアーモンドアイみたいな感じになるようにするのがポイントです。ノーズシャドウもやっぱ眉毛の延長線なので、この眉毛の時に使ったものと同じこのパレットの上から2番目のものでこうやって引いてます。で、だいたいここだけピーって引くとちょっとなんか黒ずんで変なんで、この辺もなじませる感じで、特に小鼻なのが気になるんで、この辺を結構広めに引いて、なるべくこう影を作って平たい顔を卒業しようと思って頑張って引きます。仕上げに使うのがこのパルガントンのハイライトです。これ高花パウダーってやつで、いい感じにテカりすぎずマットすぎない感じで、これ結構引くといい感じに光って鼻が高く見えます。リップはまず最初に MAC のミスを使います。これはもう8年ぐらい使ってるやつで、もうギャルの中だったら定番みたいな。真っ白すぎなくて若干ピンク入ってるけど白いみたいなのがギャルなんで、絶対これは一番最初に使います。これは最近使い始めたんですけど、今までリップはもう白ければ白いほどいいって感じだったんですけど、最近はこっちのMAC のエクストラスイートってやつで、今まで使ってた MAC のリップスティックよりちょっと潤いのある感じで、ピンク味のある感じで、今までは超マットみたいな感じで乾燥みたいな感じだったんですけど、それにちょっと潤いを与えてピンクを足すことで大人ベージュみたいな感じにしてます。はるかは目がやっぱでかいんで 16mm 以上のカラコンしか使わないです。ミンカラのピュアヘーゼルを使ってるんですけど、だいたい明るいブラウンかグレーかもう発色のいい色しかつけないようにしてます。普段のギャルメイクのポイントはやっぱり一番はハルタムといえば目なので、もうバサバサのつけまでいっぱいライン描いて、もうキラキラって感じでお人形さんの目にするのが一番のポイントです。目指せお人形ということで、みんなバサバサのつけまにしてみてください。こちらからも画面からチェックできるので、皆さんよろしくお願いします。バイバーイ。ガレオというアパレルブランドのプロデューサーをやらせてもらってます。あと、ガングロカフェというカフェもやっていて、ギャルだけが働いてるカフェなんですけど、そこにもたまに出勤しています。今から普段やっているギャルメイクを説明しながらやりたいと思います。